はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、私が前々からちょっとみんなに話したいなと思っていた、漫画家になるために大事なスキル5つについて話したいと思います。本業だからね。そう、一応漫画家だから。いや、本当にこれ知らない人がいるかもしれない。いや、私漫画家なんだよ。少女漫画家をやっております。ということで、今この動画を見てる人の中にはね、将来漫画家になりたいなと思ってる人とか、現在漫画を描いてるんだけど、何かうまくいかないな、プロになれないなって人がいると思うので、ぜひそういう人のために、この要素足りてる、この要素分かってる、みたいな大事なスキル要素をね、5つ重要なランキング形式で教えたいと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあまず第5位。さほど重要ではないかなって私の中で思っていることが、画力です。そりゃそうだよね。画力は必要とはいえ、私の中で優先度は一番低い。確かに確かに。どれぐらいの画力が必要かっていうと、何が書いてあるのか相手に伝わる程度の画力があれば、私的にはもう漫画家になるには十分だと思ってます。例えば自分も今回書く漫画に、A さんと B 君がいたとするじゃん。それが見た人が一瞬で A さん B 君って分かるぐらいの画力は必要だと思う。だからどっちも同じキャラに見えなければいい。そう、同じキャラに見えてたら多分それは画力が足りてないと思う。っていうぐらいの画力です。なんかみんな真ん中にはすごく絵が描いてるイメージすごく強いと思うからさ。絵があって、なんか文字読んでるイメージだからね。そう。だから、もちろん絵は描けた方がいいには越したことはないんだけども、重要かって言われると私的にはそこまでそこじゃない、大事じゃないよねと思ってるから、さっき言ったように何が書いてあるか最低限の画力はまずは身につけてほしいなと思います。第4位を発表します。第4位は個性です。個性ですね。個性といえば個性なんだけども、個性っていうのはあれば必ず武器になるのね。だからなんていうか順位的には第4位じゃなくてもっと上でもいいんじゃないかなとは正直思うんだけども、個性ってなんか無理して出せるものでもないのよ。確かに。それってもう生まれ持ったものだったり、その人の作家性になんかよるなと思ってて、だから私はどっちかというと自分では個性がないタイプの作家だと思ってるのね。そうなの？そうなのよ。本当にそうやって思って。めっちゃ俺、シモン先生の作品のキャラ強って思うけど、それ個性じゃないんだ。でも私的には自分はあんま個性ないタイプの方の作家だなとは思ってて、あるに越したことはないけど、やっぱりない人とかあんまり強くない人もいるから、もちろんあれば武器になるけど、無理に作るものでもないと思う。だからって、じゃあ自分はめっちゃ個性を作るぞっつって無理に作るものでもないし、作れるものでもないと思ってる。確かに難しいね。だから、なんかこう、私が思うに漫画の世界では、売れてく人っていうのはね、その作家さんにしか出せない個性を持ってる人たちだと思う。だからやっぱ個性は欲しいなって思うけど、やっぱり無理に作るものでもないかなって思うので第4位です。でもみんなも想像してほしい。好きな作家さんとか売れてる作家さんをやっぱ見た瞬間なんとなくその人の作品だってわかると思うし、なんとなくこの人の漫画はこうなんだよねっていうのがあると思うんだよね。それがその人の持つ個性で、もちろんあれば強みだなとは思います。で、一応私は無理に作る必要はないと思うけど、それってどうやって作るのって人がいると思うんだよね。確かに、もし作りたい人がいればね。で、それは私が思うに、もう好きを追求することだと思う。だから自分が好きだなと思うものを追求していくことが最終的に個性を作る、作風を作るってことにつながると思うので、なんかここでこんなことして自分は個性的だとか思ってやるんじゃなくて、私はこれが好き、俺はこれが好きなんだを貫く、それが多分最終的な個性になると思うので、よかったら個性を作りたいなと思ってる人は自分の好きをぜひ最後まで貫いてみてください。じゃあ次行きます。こっからは本当に私的には結構大事かなと思ってる。重要度高くなってきます。第3位が客観力です。難しい話、客観力。でも客観力ってどういうことかっていうと、よくエスク分かってないだろうから、客観力がどういうことか。簡単に言っちゃうと、自分の書いたものを第三者の目線で読める力っていうこと。要は自分が作者じゃなくて読者になる力が必要ですよってことを私は伝えたいの。みんなは作者だよね。もちろん漫画を描いてるんだから、もちろんみんなは作者側の立場になるんだけども、それをちゃんと読者側の立場で読める人にならないと、私的には結構厳しいんじゃないかなと思ってる。なるほどね。
だから、まあ分かってるのよ、みんなは。このストーリーが今後どうなるか。そしてこのキャラクターがどういうキャラクターなのか。みんなは分かってる。説明しなくても分かってるんだよね。ああ、自分はね、書いてるからってことね。そうそう。で、例えばこの話の過去にどんな出来事があったか、この先未来どういう展開が待ってるか、もう分かってるんだけども、読んでる人っていうのはみんなが初めましての状態でそれを読んでるの。だから、やっぱその状態で自分が一回その話を読めるようにならないと、私はいけないと思ってる。ああ、なるほどね。そこまでをだから説明、もしやるんだったら説明してあげないと、わからんよねって話ね。そうで、逆もあるけどね、説明しすぎてもダメなこともあるからね。だから何が大事かって、読んだ時に、何これ何か書いてあるのかよくわからないっていうのに気づくことも大事だし、何これ説明ばっかりで全然本来の話が入ってこないってことも気づくのにも大事。要は、程よい感じがちゃんと伝わるかっていう、その、読者の気持ちになることっていうのが本当にすごく大事だと思ってる。だから、これができる人とできない人とは結構大きな差があると思ってて、まあ中には天才型の人でそんなことも考えず漫画を描いてますって人もいるのかもしれないけど、まあほとんどの作家さんは一応ちゃんと客観的になって読むことっていうのはなんとなく脳内にあるんじゃないかな、無意識にあるんじゃないかなと思います。で、これ漫画に限った話じゃなくて、絵を描く上でも大事よ。パッとその絵を見たときに、初めてその絵を見た気持ちにちゃんとなって見ること。この人は絵のどこを見るのかなとか、ここにちゃんと目が行くだろうかとか思えることが大事だし。まあ、とにかく総合しての客観力、大事なのでぜひ養ってみてください。で、次、第2位です。で、正直、今までのところは、分かってるよ、みたいな人が多かったと思うんだよね。まあ、それなりに漫画をかじってれば、まあ、そうでしょ、必要でしょ、みたいなさ。まあ、画力とかね。そう。まあ、第三者の目で見ましょう、とかさ。あと、まあ、個性だよね、みたいなさ。でも、これね、第2に私結構本当重要で持ってきたけど、案外気づいてなかったり意外な人がいるのかなと思うので発表したいと思うんだけども、それがね、道徳力です。道徳力？国語じゃん。まあそうよね、そういうことなの。そういうこと。正直私は1位にしてもいいんじゃないかなっていうぐらい悩んだ、1位か2位かみたいなね。そのまあ道徳力ってどういうことかっていう感じなんだけども、何が悪いことかっていう感覚が世の中の人と大きくずれてたら絶対に私はいけないと思う。漫画を描くっていうかストーリーを作る人はね。例えば何が悪で、何が善か。それがすごく世間の人とずれちゃってると、共感性を生むストーリーっていうのを作るのはすごく難しいと思うんだよね。まあ確かに共感は必要だよね、漫画ね。見ててこっちもなんかやっぱ共感しちゃうもんね。そう。なんかこっちがだから感情移入できる作品になる。いや、みんなが分かるやすく例を出すけど、漫画の中にはすごくダークなストーリーだったりとか、最後に悪が勝つみたいな漫画だってあるわけよ。読んだ後の読後感悪みたいなこととか、なんでこうなっちゃったんだよみたいな漫画も全然あると思うんだよね。あと、例えば悪役を見たとき、なんてひどいやつなんだとかさ。ある。こんなやつはとか、あと逆に、わかる。こいつがこうなっちゃった理由はわかるよ。みたいなことってみんなあると思うんだよね。でもそれは結局みんなの道徳心がちゃんと動いてるからで、その作者の人の道徳心も合ってるからなんだよね。これが世間ともし万が一自分が大きくずれちゃってるとね、周りの人からなんでこいつはここでこんな行動したんだろうとか、なんでここでこんな嫌なことでみたいな、それが作者が狙った意図とは全然違う形で伝わっちゃって、結局は共感が生まれにくいとか、ストーリーとしてなんかすごく嫌だみたいな、面白いと思えないみたいな感じのことが起きちゃうことが私あると思ってて、実は気づいてないけど、その自分の道徳心がちゃんと世間の人とずれてないっていうことがすごく大事だと思っております。まあただ心配しなくていいなと思うのは、日本でみんな道徳の教育を受けてきたと思うんだよ。子供の時にね。だからこれが大きくずれてる人ってのは基本いないと思う。子供の時から物語とかが好きで、小説を読んだり漫画を読んだりドラマとかをたくさん見てる人っていうのは基本的には何もしなくてもその感覚が養われてると思うし、まあ学校でちゃんと教育を受けてたら大きくずれてることはないと思うんだけど、万が一そういう人がいるかもしれないと思って一応ここで言っておきます。なんかうまくいかない、ずれてる、いつもうまくいかないっていう時は一度そういうとこ見直すのがいいと思ってて、まあそれってどうやったらうまく養われるのっていうのはたくさんの物語を見ることだと思うので、よかったらちょっとそういうのでなんかうまくいかない、書いても世間の人と自分が噛み合わないってなと思う時はよかったらたくさんの物語に触れてみてください。で、最後にです。
はい。まあ、その今の道徳力も私はすごく大事だと思ってたけど、まあやっぱ最終的にはこれが一番大事だなと思うの。発表します。継続力です。もうみんなこれ言われたら嫌だよね。耳痛いと思うんだけども。まあ、結局は何事もそう。結局継続力が本当に大事だなと思っていて、特に漫画に至っては。一回まず作品をね、書き上げるということをしてみてほしいです。一度も漫画を書き始めて完結させてない人が、実はちょっと漫画家になりたくてとか、漫画家になろうと思ってるんですって言っても、多分世の中のほとんどの漫画関係者とか、ほーんぐらいにしか受け取ってくれないと思う。まずは一回最初から最後まで書いてみて思うはずです。書いてみたら、多分そこでやれる人かやれない人かが多分分かると思う。一作作ってみたときに。多分ね、本当にそれをできる人は私10人に1人だと思っている。でもそんなにいるんだ。でも、まあでもいるっちゃいる。そんなにいる。少的には俺もっと少ないと思う。そうか。そんな狭きもんだと思う。案外ね、その漫画を最初から最後まで描ける人、やってみたらできない人の方が私は多いと思うのね。頭の中でなんとなくできそうと思っていても、いざやってみると違うことってあると思うから、まずその時点で本当に自分が漫画家に向いてるかどうかっていうのがね、決まると思うんだよね。結局はだから、好きでそれができるのか、やっぱりちょっと興味本位でやってみるかって思うのかっていうことね。そう。だから、まずは絶対に漫画を一作書き上げるっていうことをやってみてほしいし、とにかく漫画家になったらだよ。書き続けなくてはいけないのよ、絶対にね。まあそうね。嫌でも書かないといけない。いや、わかる。中には読み切り一作をもう生涯の第一作として、一生それでなんかすっごい売れちゃって、その一作のみが大金を稼いできて、その一作のみで生きてくって漫画家がいるのかもしれないけど、基本の漫画家はね、最低でも単行本一冊は出るぐらいまで書かないといけなくて、そういう風にやって生計を立ててるのね。だから書き続ける能力ってのは絶対必要で、それは本当に大事。でも、これ漫画に限った話じゃなくて、みんなも生きてれば、どんなことでも結構それなんじゃねっていうところに、たどり着いてるとは思うから。結局はね。そう。ちょっと厳しい感じの話をしたけど、逆に言えばだよ。今ここで見てる人で自分漫画一作書き上げたことあるわって人とか、今からやってみてそれできたわっていう人は、私もうすでにその時点でめっちゃ才能あると思っていいと思う。だから言うように世の中ほとんどの人はそもそも漫画を一作書き上げるってことはできないのよ。だからもうできたら一個自信としてやっていいと思う。自分は漫画を書き上げれる才能がある。じゃあもしかしたら続けてったらこれって漫画になれるかもしれないくらいポジティブな気持ちでね、挑んでいいと思うので、ぜひ書けてる人はもう今後自分の才能だなと思ってその継続力大切にしていってください。ということで今回は漫画家に必要なスキルについての話、マジで今回座学でした。いつもはね、書き方とか教えてたけど、私的にはたまには漫画家だし、こういうことも教えておこうかなと思いまして。なるほどね。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタン。ちょっと今回の難しかったよって人は書き方の動画もいっぱい出しておりますので、そちらを見てください。漫画の書き方のやつあるよ、確か。あるよ。もっと基本的な書き方もあるよ。見た方がわかりやすいわ。いや、でも私結構大事な話してたから、ちょっとまだ早すぎたな、自分にはと思った人はぜひ書き方の方の動画を見てみてください。